逆走、ミント逆走、ミント逆走。おはよう。こミント再び逆走、ミント再び逆走。鳩たちがどんどん中に入っていきます。そこはニワトリの巣箱だよ。聞いてる？誰か聞いてないね。最近入ってきた隔離されていた子たちが隔離から出てきて早3日かな。なんとなく落ち着いてるように見えます。でも顔はすごく嫌そうです。こちらにいるこの子は、野生でちゃんと育ったマロンの兄弟です。お姉ちゃんか妹かはちょっとわかんないんですけど、マロンの兄弟です。で、この子は私が住んでる家の方の周りに住んでました。ですが、ある日私が家に帰った時にキャーってなんかちっちゃい声が聞こえたから覗いてみたら、この子は道路の横に横たわってて、多分車にはねられたんだと思います。それを通りすがりのおばさんが拾っているのを見たので、おばさんを呼び止めに行って、その子私が世話するからもらっていいですかってすごいスピードで走って聞きに行きました。そしたらいいですよって言われて、動物病院に連れて行くつもりだったから、でもちゃんと世話できるんだったらお願いしますって言われたから受け取ったんですけど、だいたい車にはねられた鳥を見ると動物病院の人はどうしてもやっぱり安楽死を勧める人が多いです。ちょっと解説入れると、この頭が時計みたいにチッ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 ってなるのは、頭を打って脳みそにちょっとダメージがいって脳震盪状態っていう証拠です。この目は多分アイワームっていう目に寄生する虫のせいで失明して化膿してる、こっちの見えない側から車が来て頭だけコーンとぶつかっていったみたいだと思います。他に外傷とかはないし、折れてる骨とかもないので、まあ助かるかなって感じです。
今見ての通りこっち側の目がもう産んでて、多分これはアイワームって目に寄生する虫のせいで膿が出ているところに見えない方から車が来てガーンってぶつかったんだと思います。で最初拾った時には脳みそのダメージもあって、頭がこうやってあっちに行ってクッて戻ってあっちに行ってクッて戻るっていう動きをしてて、それは脳みそにダメージがいってるっていう証拠です。でなぜかこっち側の目も腫れてしまって、多分それは頭を打った衝撃から全体的に青タンみたいになってしまったんだと思います。でもちろんその目が悪かった間はあまりご飯が食べれなかったみたいですごい痩せてて、脱水もひどかったので皮下注射で、輸液をして、とりあえず脱水では死なないようにして、でじっくり強制給餌をして頑張って回復してくれないかなと思ってやってます。こうやってすごいひどい怪我になると大体の人は安楽死を勧めたり、安楽死した方がいいんじゃないのって思う人が多いんですけど、鶏って強いような弱いようなですごい小さな怪我でも死んでしまう子もいれば、こうやって大怪我をしても1週間以上生きてたり回復したりする子もいるので、その子がなんていうのかな、まだ生きていたいって思う気持ちがあるんだったら多分助かるんじゃないかなって思います。どれだけ栄養を与えても死にたいって思った子はそのままパタって死んでしまうことが多いので、別にこの子はそんなにまだ死にたいっていう気持ちが強くないんじゃないかなと思ってます。というわけで今日も強制吸収したいと思います。私はちゃんとした道具がないので、この小さいスポイトと大きいスポイトをくっつけたものを使います。頭を上に、どっか行かないで、よいしょ。体を押さえて頭を上にして、ごめんね、やだね、伸びたらできないよ。よいしょ、ぐっと奥まで入れて、ペンちゃんが怒りに来ました。これは自分でご飯が食べられない鶏に、ここにそのっていうところがあって、体の中でご飯をストックしておく場所で、そこまでチューブを入れて気管に詰まらないようにしながらご飯をあげるっていう動物病院とかの人がやってる方法です。これで少しは栄養になるといいね。ペンちゃん怒らないよ。というわけでこういう重症患者もちゃんと見守って世話をしております。頑張ろうね。